クリスマスなのでシュトーレンを作ってみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。ドイツの伝統的なパン、シュトーレンを作ってみました。お菓子、ケーキみたいですがパンです。早速切ってみましょう。きれいにローマ字パンが入りました。ドライフルーツの漬け込み。市販のドライフルーツです。これでは足らないので後で足します。レーズン、オレンジピール、パイナップル、クランベリーです。それとパパイヤ、マンゴー、フィグ、プルーンの8種類を入れます。こちらはキルシュ、さくらんぼのお酒です。こちらはラム酒、サトウキビのお酒ですね。これらを半分ずつひたひたになるように入れます。後でドライフルーツを足すのでこれくらいにしておきます。お酒や香りが好きなら2週間くらい漬け込みます。それ以外ならお好みで2時間から1週間でも OK。フルーツがお酒を吸って量が減るので時々攪拌します。蓋をして常温で保存します。ドライフルーツの下準備。フルーツを混ぜ込む少し前にお酒を切っておきます。ざるでお酒をこし取ります。数分放置して余分な水気を取り除きます。これだけあると生地がゆるゆるになってしまいますね。ペーパータオルを使って水気をできるだけ取り除きます。残りもすべてこれを繰り返します。この状態でしばらくお休みしてもらいます。ローマ字パンを作る。ローマ字パンを作ります。材料の配分詳細は説明欄をご覧ください。グラニュー糖に水飴をトッピングしています。ボウルにアーモンドプードルを入れます。グラニュー糖プラス水飴を入れてよく混ぜます。混ぜたら真ん中に卵白を入れて滑らかになるまで練り混ぜます。結構まとまるまで時間が必要です。混ぜているとだんだんこんな感じになってきます。目標は耳たぶくらいの硬さです。ベタつくならコーンスターチ、パサパサなら卵白を入れて調整します。
材料通りで作ると調整しなくともこのようになります。固まってきたら手を使ってまとめます。時間のない方は市販していますが、人形などの飾りを作るマジパンと間違えないようにしてください。材料は同じですが配分が違います。できました。ローマ字パンを3つに切り分けて成形します。全 93g を 34g×2 と 25g に分けて全車は棒状に成形します。1本目です。2本目です。残りは本骨の種として使います。続けてローマ字パンを2本17センチの棒状に成形します。同様にもう1本成形します。終わりました。中種作り。中種を作ります。材料はたった3種類。準強力粉、イーストと牛乳です。硬さは耳たぶくらいですが、硬い場合は水か牛乳を適量加えてください。牛乳は人肌に、イーストは溶けにくいので念入りに攪拌します。粉を入れます。準強力粉がない場合は強力粉と薄力粉を8対2で作ります。粉は事前にふるっておきます。使ったイーストはこれです。本生地には油分や糖分が多いので量は多めにします。ここからは手でこねます。丸めて後ろをよく閉じて温かいところで30分ほど発酵させます。ナッツの焙煎。前準備としてナッツを原型のまま160度で15分くらい焙煎します。焙煎が終わったら半分くらいにカットします。こね台に傷がつかないようにナイフを浮かせています。本こね。中種の発酵が3分の2くらいになったら作業を開始します。クリーム状にしたバターをローマ字パンと混ぜます。続けて砂糖と塩、卵黄、香辛料を順に加えて混ぜます。塩です。卵黄です。少しずつ混ぜます。
シナモンとコリアンダー、カルダモン、2対1対1です。ここまでできたら一旦中断して中種の発酵にタイミングを合わせます。別のボウルに粉を準備します。作った生地と混ぜます。だんだんまとまって粉気がなくなってきたら中種をちぎって加えます。発酵した中種は少しふんわりしています。少しずつちぎって手でこねていきます。これを数回行って生地を作っていきます。まとまったら台に出してこねます。ある程度こねたらボウルに戻してフルーツとナッツを混ぜ込みます。生地を広げます。うまくできる方は最初から台で混ぜて OK です。フルーツとナッツを入れて混ぜます。ある程度混ぜ込んだら台に出します。なるべく潰さないように混ぜていきます。次第に混ざってまとまっていきます。ラップして30から40分発酵させます。生地の分割と成形。シートにアルミホイルとクッキングシートを敷いておきます。計量して2等分します。生地の見た目はあまり変わりませんが少しふっくらした感があります。生地が少しベタつきますが許容範囲です。打ち粉を振って丸めます。10分ほどベンチタイムを取ります。
成形します。先ほど作った17センチのローマ字パンを準備しておきます。打ち粉を振って成形していきます。綿棒で 12×20 センチに伸ばします。綿棒で右側4センチ、左側3センチのところに山を作ります。ローマ字パンを真ん中に置きます。先端を少しずらして重ねます。両端と合わせ目を手で閉じます。表面に飛び出しているフルーツやナッツは中に押し込みます。閉じ目と左側に綿棒を当てて真ん中を高くするのですが、このままにします。シートに移動させます。もう一つも同様に行ってシートに移動します。オーブンの予熱が終わるまで30分ほど布巾をかけて発酵させます。予熱が終わったら180度で30から40分、焼き色を見ながら調整します。仕上げ。焼き上がりました。このくらいの色が目標です。焼いている間に準備していた溶かしバターをパンが熱いうちに塗ります。裏表に準備していた量を何回かに分けて全て塗ります。熱いのでバターを塗るとパンが泣きます。続けて表面全体にグラニュー糖をまぶします。全体が白っぽくなるまでこれを何回か繰り返します。だんだん白っぽくなってきました。パンの粗熱が取れたら粉糖をまんべんなく振りかけます。まずラップの上に粉糖を敷き詰めてから始めます。新雪が積もったようになってきました。この状態でラップに包んで冷蔵庫で保存します。同様にもう一つも行います。終わりました。食べる前にもう一度粉糖をふるってからいただきます。
今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。